私が小さい時に体が弱くて、入院をとってもたくさんしてました。だから周りの他の病気で入院している子たちをこう看病してあげたりとか、なんかそういうことは確かにしてましたね。でその時から医療の方には興味があって、でも体が弱くても活発な性格だったので、緊急的に対応する救急車に乗りたいなというふうに思ってこの道に入りました。私たち大牟田消防は職員が133名いまして、うち女性消防職員が4名います。今まで私が入って8年間7年間ですね、8年間ですねは2人しかいなかったので、この 1,2 年で一気に4人に増えて、とても明るく賑やかな職場になったなと思っています。でもこの大牟田市民ですら女性の消防職員がいることを知らない人もたくさんいます。で火災の現場とかではそうないんですけれども、救急の現場では特に女性がいてよかったって実際に言われることが何度もありました。日本の茶道っていうのはおもてなしの精神を持ってする道というかを説いたものですね。その日本のおもてなしっていう言葉は、お客さん来られた方、そういう人たちが私たちがどうしたら心地よく過ごしてもらえるか、そういうことを考えることです。若干そのケアと似てる意味合いがあると思うので、救急車を呼ばれてその人と接する時間っていうのは本当に短い間なんですが、その間どう心地よく過ごしてもらえるかということは考えながら活動をしています。トップダウンでなかなか下から意見が言えない風土ですね。で団結権を持って、そういう話し合いのテーブルを持つことがまず第一歩。日本の政府は、消防に団結権を与えた場合にストライキをするんではないかということを言って、世論喚起をしている状態ですね。住民の不安を煽る形になってしまっています。なので私たちは団結権を与えられても絶対にストライキをして命を見捨てたりしないということを住民の皆さんや政府の皆さんに知ってもらうということを考えながら活動しています。例えば呼ばれていてやっぱり亡くなってある方とかそういうこともあるんですけれども、しばらく経てばまた別の事案に呼ばれて全く違う環境に私たちは出動します。時にはやっぱり気持ちの切り替えっていうものが厳しい時もあるんですけれども、そういう時は自分たちのチーム3名いるんですけれども、そのチームで話をしてお互いに感じていることを話して解消をしていきます。自分たちが何とか命を助けないといけないっていう
緊張感とか使命感とともに、もしかしたら助からないんじゃないかっていうそこのない不安というのを感じるという複雑なちょっと心境にはなります。私たちは全勝教を結成して40年が経ちました。で、これからも変わらず団結権を求めて活動をしっかりやっていきたいと思っています。Shortage